はい、こんにちは、矢野です。今回は保存版ハリヤが教えるアジングジグヘッドの選び方ということで、アジング初心者の方でも超過を上げるためのジグヘッドの選び方について紹介します。よろしくお願いします。アジングジグヘッドって割と竿とかリール、ラインやワームと比べて優先順位が低い人が多くて結構軽視されがちなんですよね。ただジグヘッドってアジの口に最初に触れる部分になるので、釣果に与える影響はかなり大きくて、ジグヘッドの選び方が悪いと当たりがあってもかからなかったりとか、かけてもやり取り中にバラしたりとか、抜き上げ中にポロリと落としてしまったりと、結構釣果に影響が出ます。で、やはりよく釣られている方ほどこのジグヘッドもかなりこだわって選んでいる方が多いですね。ただ現在のアジング市場においてめちゃくちゃ多くの種類のジグヘッドがいろんなメーカーさんから発売されているので、どれを選んだらいいかわからないやという方も多いと思います。そこで今回はアジングジグヘッドの選び方のコツをこのフックの部分にフォーカスを当てて、初心者の方でも分かりやすいように解説していきます。この動画を見ていただくことでアジング初心者の方でもどうやってジグヘッドを選んだらいいかというのがすぐに分かるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、僕の動画を初めて見る方もいらっしゃると思いますので、ここに僕のプロフィールを載せておきますので、気になる方は一時停止をピッとしてご覧いただければと思います。ではまず最初に今回の内容がより理解しやすくなるようにフックの形状の種類について解説していきます。このフックの形状の内容を前提としてお話をしていきますので、まずはこちらを見てからジグヘッドの選び方についてご覧いただければと思います。アジングジグヘッドのフック形状はショートシャンクとロングシャンク、針先が外向いているオープンゲープ、針先がまっすぐなストレートゲープ、針先が少し内向いているクローズゲープ、このように分けて考えます。ショートシャンク、ロングシャンクはこのシャンクの長さで変わり、だいたい 14mm 以下がショートシャンクの一つの目安になります。オープンゲープ、ストレートゲープ、クローズゲープは針先の方向によって変わります。そしてフックサイズはゲープの幅というこの部分の大きさで変わります。幅が広いほどフックサイズが大きくなりますが、表記は小さくなるので注意してください。このあたりを知識として頭に入れた上で、これから先の説明を見ていただくことで、よりジグヘッドの選び方が理解しやすくなると思います。ではここからアジングジグヘッドの選び方のコツについて紹介していきますが、ジグヘッドの選び方のコツは4つあって、1つ目が釣り方に合わせてフック形状を選ぶ、2つ目がアジのサイズに合わせてフックサイズを選ぶ、3つ目が針先は鋭いものを選ぶ、4つ目がタックルバランスや狙うアジのサイズに合わせた線形を選ぶ。この4点を押さえるだけで初心者の方でも超簡単にアジングジグヘッドを選べるようになります。それではここからそれぞれの項目について解説していきますね。アジは釣り方によってジグヘッドに捕食してくる位置が変わります。なのでその釣り方に合わせて適切なフック形状を選択してやるとフッキング率がめちゃくちゃ良くなります。アジングの主な釣り方はジグヘッドを上下にちょんちょんと動かすリフト&フォールの釣り、投げて巻くだけのリトリーブの釣り、主にこの2種類に分類されます。割合的にはリフト&フォールが圧倒的に多いんですが、説明の都合上リトリーブの釣りも入れています。で、アジングの一般的な釣り方であるリフト&フォールの釣りの場合、アジはジグヘッドのヘッド部分めがけて横や下から捕食してくることが多いので、ショートシャンクのオープンゲープが適しています。理由はシャンクが短いのでアジの口にフックがスポッと入りやすくなるからですね。そして針先が少し外向いたオープンゲープを使うことで、アジがジグヘッドを吸い込んでから吐き出しにくくなったり、バレにくい喉奥にかかりやすくなります。これがシャンクが長いロングシャンクを使っていると、シャンクの長さが邪魔になってアジの口にフックが入りにくくなって、当たりがあってもかからないという現象が起こりやすくなります。僕も昔何も考えずにジグヘッドを選んでいた頃は、うわ当たりがあるけど全然かからねえじゃんみたいな感じでよくありましたね。逆にリトリーブの釣りの場合はアジがジグヘッドの後ろから捕食してくることが多いので、ロングシャンクのストレートゲープもしくはクローズゲープのフックが適しています。
理由は後ろから捕食してくることが多いので、ショートシャンクのオープンゲープだとアジがフックまで吸い込みきれなくて、当たりがあってもかからなかったりとか、かかったとしても口の浅い部分にかかってて、やり取りの最中にバレてしまうことが多いです。しかしロングシャンクのストレートゲープやクローズゲープのフックを使うと、アジが後ろから捕食してきた時にフックまで吸い込みやすかったり、一発で吸い込めなくてもアジの口に針先が触れにくいので、コッコッという感じで追い食いして奥まで吸い込むようになるなど、オープンゲープのフックと比べてフッキング率が高くなりやすいです。そういった理由でリトリーブの釣りでアジを狙うときは、ロングシャンクのストレートゲープもしくはクローズゲープのフックを使うのが超おすすめです。一つ注意点として、1g 以下のジグヘッドを使ってリトリーブの釣りをすると、重ためのジグヘッドと比べて動きがスローになるので、アジが後ろではなく横から捕食してくることが多くなります。なので 1g 以下の軽いジグヘッドを使うことが多い場合は、リトリーブの釣りでアジを狙う時でもショートシャンクのオープンゲープのフックの方がフッキング率が上がるのでご注意ください。釣り方に合わせてフックの形状を選んだら、次は狙うアジのサイズに合わせてフックのサイズを選ぶ必要があります。なぜ狙うアジのサイズに合わせてフックのサイズも変える必要があるのかというと、アジの大きさが変わるとアジの口の大きさも変わるからですね。アジの口の大きさに対して適切なフックサイズを選ぶことでフッキング率が高くなって超過アップにつながります。じゃあ狙うアジの大きさに合わせてどういったフックサイズを選んだらいいかというと、僕が監修したドキトミのジグヘッドの場合、レンジクロスヘッドなら20センチから30センチ、フロードライブヘッドなら15センチから20センチ、レンジクロスフック SS なら15センチ以下のサイズに合うように設計しているので、これを基準にフックサイズを選ぶといいですね。あと補足として、アジのサイズに対してフックサイズを合わせても、アジのその時の活性によってはフッキング率が悪くなる場合もあります。例として25センチ前後のアジをレンジクロスヘッドで釣っていたけど、アジの活性が低くてちょっと吸い込みが弱くてかかりが悪くなっているみたいな感じですね。そういった場合は25センチ前後のアジでもフックサイズが少し小さいフロードライブヘッドに変えてやるとフッキング率が良くなりますので、そのあたりは現場合わせで調整する必要があります。なのでまず最初は狙うアジのサイズに合わせてフックサイズを選ぶ。そしてその後現場合わせでアジの活性に合わせてフックサイズを調整するといった感じで覚えていただければと思います。特に当たりがあってもかからないという時はフックサイズが合っていないということが原因の場合が多くありますので、狙っているアジのサイズや釣れているアジのサイズに合わせてフックサイズを選ぶということを意識してみてください。アジングジグヘッドの針先の鋭さは超過を上げるためにめちゃくちゃ重要な要素になります。というのも、アジの口は柔らかく針先が鋭くないジグヘッドだと口の中で針先がツルツルっと滑ってしまい刺さりにくくなります。コンという明確な当たりがあっても全然かからないってこともよくあるんですね。特にアジが小さいと魚体重も軽いので、合わせを入れたらアジも一緒に動いて刺さり込みが悪くなるので、針先の鋭さが特に重要になります。実際に針先が鋭いジグヘッドとそうでないジグヘッドを比較した場合、10対1で超過差が出るってことも普通にあったりしますね。上手な方は針先が鋭くないジグヘッドでも普通に問題なく釣られると思いますが、残念ながら僕はそこまでの腕やテクニックを持ち合わせてないので、針先の鋭いジグヘッドを必要としています。なので僕が監修したドヒトミのジグヘッドは全てドヒトミの熟練の職人さんに通常の針先の何倍も手間をかけてキンキンに鋭く研いでもらってます。まだ一度もドヒトミの針を使ったことないという方はですね、ぜひ一度使ってみてください。究極の刺さりを追求したキンキンに鋭い針先に仕上がっています。線形とは素材の線材の太さになり、太ければ強度は上がりますが刺さりは悪くなる、細ければ強度は落ちるけど刺さりは良くなるといった感じでメリットデメリットがあります。で、この線形は使用するタックルの強度やドラグ設定、狙うアジのサイズに合わせて選ぶのがおすすめです。例えばエステルを使うならドラグを緩めて使うことが多いので、線形 0.5mm から 0.56mm あたりが刺さりやすい。
PE ラインを使ってドラグを締めて40センチ以上のギガ味を狙うなら 0.64mm から 0.71mm の軸が刺さりやすくて、なおかつフックが伸びにくいといった感じで、使用するタックルの強度やドラグ設定、狙う味のサイズや重さに合わせて線形を選ぶって感じですね。まあだいたいエステルを使って尺ぐらいまでの味を狙うなら、レンジクロスヘッドやラッシュヘッド M サイズの線形 0.56mm、20センチぐらいの味ならフロードライブヘッドやラッシュヘッド S サイズの線形 0.51mm、 PE タックルを使って尺以上の味を狙うならレンジクロスヘッドギガの線形 0.64mm やラッシュヘッド L サイズの 0.71mm といった感じで選ぶと、狙う味のサイズや使用するタックルに合った刺さりと強度のバランスがいい線形になりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ジグヘッドのヘッド形状はいろんなメーカーさんが考えて出されていますが、今回は僕が設計とテストを担当したドヒトミのラインナップのヘッド形状を解説していきます。リフト&フォール用に開発した上下に跳ね上がりやすい形状に加えて、左右に溝を1本入れています。この溝がスタビライザー効果になって、アクションを入れた後のジグヘッドの姿勢が安定しやすくなり、アジの口の硬い縦のラインにかかりやすくなっています。レンジクロスヘッドと同様に上下に跳ね上がりやすい形状に加えて、左右に溝を切り、アジの口の硬い縦のラインにかかりやすいように設計しています。ただレンジクロスヘッドギガは浮力のある PE ラインの使用を前提としていますので、レンジクロスヘッドよりも上に浮き上がりにくいように、少し抵抗を受けるように横に広く設計しています。フロート、キャロを使った円筒の釣りに開発したジグヘッドで、レンジクロスヘッドのヘッド形状をベースに上下に跳ね上がりやすい形状に加えて、左右に溝を切っています。その恩恵でアクション入れた後の姿勢が安定しやすくなり、アジの口の硬い縦のラインにかかりやすいようになっています。抵抗受け流し系として開発したジグヘッドで、ヘッドの部分に抵抗を受けるようにくぼみをつけて、1g 以下の軽いジグヘッドでもアクションを入れた時の操作感がレンジクロスヘッドよりも伝わりやすくなっています。しかし抵抗を受けすぎると合わせの力が吸収されてしまう、ジグヘッドが浮き上がりにくいので根がかりが増えるといったデメリットがあるので、ただくぼみをつけるだけでなく、抵抗を受けすぎないようにくぼみの形状を設計しています。砲弾型の頭に左右に溝を入れた形状で、投げて巻くだけのリトリーブの釣りに使いやすいように設計しています。レンジクロスヘッドと同様に左右に溝を入れることで、リトリーブ時の姿勢が安定して、アジの口の硬い縦のラインにフッキングしやすくなっています。といった感じで、それぞれのジグヘッドのヘッド形状を明確な意図を持って設計しました。まだ使ったことがない方は、ぜひ一度試していただいて、究極の刺さりを体験してください。ということで今回は、保存版ハリヤが教えるアジングジグヘッドの選び方のコツということで解説させていただきました。冒頭でも言いましたが、アジングジグヘッドって竿とかリール、ラインやワームと比べてめちゃくちゃ軽視されがちなんですよね。ただ釣果に与える影響というのはめちゃくちゃ大きくて、よく釣っている人ほどこのジグヘッドもかなりこだわって選んでいます。なので今回紹介した内容を参考に、自分に合ったアジングジグヘッドをぜひ選んでいただければと思います。迷ったらドヒトミを。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。今後もアジングに関する濃い情報発信を行っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいる方のために、僕が2万匹以上アジを釣って学んだ基本的な釣り方をまとめた電子書籍を作りました。興味のある方はぜひ概要欄のリンクよりご覧いただければと思います。